さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ロサンゼルスでね撮影をするのがちょっと久しぶりになっちゃったんですが、実はここ最近少しだけ日本に帰国していました。そしてロサンゼルスに戻ってきて日本でね大きなスーツケースを追加で購入するレベルでちょっといろいろとね爆買いをしたので、今日はその一部と、ここ最近春と夏に向けて購入したファッションアイテム、それから日本に帰ったらね必ず買って帰るものをねちょっとゆるく紹介していこうと思います。その前にちょっとね近況報告なんですが、日本に帰国して日本ではめちゃくちゃ元気だったんですけど、ロサンゼルスに戻ってきて2日目ぐらいからかな体調が悪くなっておそらくね帰りの飛行機で何かのウイルスをもらった気がするんですが、もう症状がね熱は39度まで上がって喉の痛みと咳と鼻水、もうね、咳に至っては2週間以上取れなくて本当に苦しみました。コロナかねインフルエンザかなと思って病院に行ってインフルエンザの簡易検査を受けて陰性で、さらにねより具体的に分かる別のウイルステストをしてコロナもインフルエンザも陰性だったんですが、でもねそのテストは12種類ぐらいのねウイルスを感知するテストで一つだけ風邪のウイルスに陽性反応が出て、そこからね最近無事回復したところなんですが、この手のねひどい風邪をひいたのが本当2年半ぶりぐらいで、アメリカでね久々に不調で病院に行くと痛感するんですが、医療費がえぐい。やっぱりねhealth is wealth って言いますけど、その健康であることが財産だっていうことをね本当に痛感しました。そしてこのひどい風邪のせいでね行く予定だった旅に行けなくなりました。これまでその海外旅行自体をキャンセルしたことがなかったので、もう結構へこみました。最終的にはね旅を少し延期することになったんですが、体調管理はね改めて最重要事項だなと思った今日この頃です。さてちょっとね長い近況報告になってしまいましたが、これから日本でのね購入品と春夏に向けて購入したここ最近の購入品をまとめて紹介します。まずはこちら、ジェントルモンスターでの購入品です。ジェントルモンスターはね韓国のサングラスブランドで、他のブランドとのねコラボもよくされていて、最近だとねマルジェラとコラボしていたのかな。ソウルをはじめそのアメリカやイギリス、ドバイとかね世界各国いろんなところに店舗があって、日本もね東京と大阪に店舗があると思いますが、私は今回ねそのアメリカで売り切れていて買えなかったサングラスを日本で購入してきました。開けてみます。かけてみるとこんな感じです。ちょっとね買ってまだ開けていなかったのでタグがついたまんまになっているんですが、この春夏はねかけた時にこうやってちょっと目がうっすら見える感じのサングラスに挑戦しようと思って、このねブリズビーというモデルのサングラスを選びました。お次はこちら、キャバンのウールキャバジンコートです。今季ですねこのように襟がね立つタイプのスタンドカラーコートを探していて、実際にね試着してみたらウール 100% なのにそんなに重たくなくて結構ゆったりなお作りなのに上品に見える佇まいが気に入ったのと、日本でしか買えないじゃんって自分に言い聞かせて衝動買いしました。こちらのコートはねユニセックスデザインなので少しね大きめなデザインなことも気に入っています。近々またねヨーロッパに行くので突然寒くなった時にね1枚羽織りたいと思います。さてお次はジュエリーです。これから夏に向けてねシンプルコーデがさらに多くなる季節に新しいジュエリーが欲しいなと思って、これまでね何度か私のチャンネルでご紹介しているベルギー第2の都市アントワープでラボグローダイヤモンドジュエリーを販売するアイデルで今回ねいくつかジュエリーをオーダーしました。ベルギーのねアントワープといえばダイヤモンド研磨の聖地として知られていて、
世界中のダイヤモンド原石のね約 80% がここで取引されるそうです。アイデルのジュエリーはねそんな世界のダイヤモンドの首都アントワープでデザインされ、熟練のね職人さんの手によって一つ一つ手作業で作られ、確かな品質のダイヤモンドジュエリーを提供し続けています。アイデルといえばモジュラーデザインといって、一度ダイヤモンドスタッドピアスを購入してしまえば、あとはね自由自在にアドオンを組み合わせてさまざまなスタイルのダイヤモンドジュエリーを楽しむことができます。今回私はですねアイデルのダイヤモンドスタッドピアスをもういくつか持っているので、アドオンのみをオーダーしました。今回オーダーしたのがこちらです。まずは3連のペアシェイプのダイヤモンドが美しいカイアのアドオンをつけてみます。3連の美しいダイヤモンドは耳たぶから美しい輝きを放ちます。2つ目はパワーイヤーカフという22個以上のダイヤモンドが2列に並ぶイヤーカフです。私は耳たぶ以外にねイヤーホールがないので、イヤーカフの存在は助かります。パワーイヤーカフに以前紹介したことがあるレアのペアシェイプのダイヤモンドのアドオンを合わせています。これまでイヤーカフって持っていなくて、今回ちょっと初めてつけてみたんですが、結構ねつけてみると雰囲気が変わります。アイデルのジュエリーはね14金ソリッドゴールドを使用していて、長くねつけっぱなしにしていても錆びにくかったり、変色の心配もいらないのでね結構気兼ねなく使えて、デザインがミニマルで日常使いがしやすいことも気に入っています。そして今日はですねこのアイデルのピアスに合わせて連なったねダイヤモンドが美しいレナのネックレスを合わせています。ピアスやねネックレスの他にもブレスレットやリング、そしてこのようなね旅行中便利なねジュエリーケースも販売しているので、気になられた方はぜひねウェブサイトをチェックしてみてください。今日紹介したねピアスとディスカウントコードは概要欄に貼っておきます。アイデルのジュエリーはね世界中に郵送していて、送料が無料で30日以内だとね返品交換も可能です。それからウェブサイトはね英語なんですけど、英語がね苦手だという方はお買い物をするときにねウェブサイトを日本語に変換してしまえば日本語でお買い物をすることができます。お次は靴のコーナーです。日本で3足ほど購入しました。まず1足目はアディダスのカントリー OG のお色味がチャコール、ブラウン、オフホワイトです。もうね春なのに未だになんかブラウンに目がなくて、この色を見た時にね瞬時に飛びつきました。このつま先の部分のねスウェードのようなレザーとこのツートンがねおしゃれだなと思って購入しました。この靴でねヨーロッパをたくさん歩きたいと思います。お次はニューバランスです。なんかねこれまでニューバランスは買ったことがなくて、母がね色違いでこの靴を履いていて勧められて買ったんですが、信じられないぐらい足が疲れなくてかなり気に入りました。ロサンゼルスではね車移動が多いんですが、旅先ではね気がつくと1日10キロ以上歩いたりすることもあるので、結構ねちゃんといい靴を履かないとその次の日に疲れが残りやすくなるっていうことを実感しているので、この靴はねデビッドにも勧めてみようと思います。
日のラストはザラでの購入品です。なんかね待ち合わせまでの時間にフラッと入ったザラで買ったサンダルです。完全に一目惚れなんだけど履いてみたらその見た目の割に意外とね足にフィットしたので即決しました。ちょっとねまだサンダルを履くには早いので夏にね履くのがとても楽しみな一足です。お次はユニクロでの購入品です。ユニクロでの購入品はこちら、タックワイドパンツです。このパンツはですね気になってはいたもののまだね1枚も持っていなくて試着をしてみたらねすごく履きやすくて、なんと今回3着も購入しました色はですねこれから活躍してくれそうなクリーミーカラーに絶対使えるであろう白とグレーをね購入しました。アメリカやヨーロッパはね日本に比べるとユニクロのお値段がね少しお高めなんですよ。なのでね日本でデビットの分も合わせて10着ぐらい爆買いさせていただきました。今回のラスボスはこちら、サベットでの購入品です。ザ・ローやねケイトで経験を積んだデザイナーさんのハンドバッグのブランドで、イタリアンレザーを使ったアイテムは全てフィレンツェ郊外にあるねアトリエでハンドメイドされているそうです。さて今回ね購入したのはこちら、ブランドを象徴するシンメトリーシリーズのポシェットです。ザ・ローのねマルゴーバッグにも使われているサドルレザーは使い込むほどに何とも言えない独特の色や艶が出てくるそうなので、経過を楽しみながら使いたいと思います。それではちょっとこのバッグのね中を見てみましょう。ここの金具一つでねくるっと回すとすぐ開くんですが、結構ね中入りそうです。私はねiPhone 16 Pro Max って言って結構大きめの iPhone を使っているんですが、この電話もね結構あっさり入りそうです。こうやってね電話を入れても全然まだまだいろんなものが入りそうで、すごく使い勝手が良さそうです。色やレザーの種類はね結構あるんですが、今回はまだ持っていないこちらのキャメルっぽい色にしました。案外ねクラッチバッグとかポシェットタイプのバッグっていうのは持っていないのでこれからたくさん使いたいと思います。まだいろいろねコスメとかも爆買いしているんですが、ちょっと今日はね長くなりそうなので、ラストは日本に帰るとね必ず買って帰るものをいくつかご紹介します。まずはですねこちら、カルディで売っているサラダの旨タレドレッシングです。個人的にはねアメリカって美味しいドレッシングがあんまりなくて、多分これまでいろいろ買ったりしてるんですけど、こっちで買ったもので使い切ったドレッシングがないので日本のものをね使っています。このドレッシングはねごまの香りとガーリックの旨味がね絶妙で、うちはこれをねよく使っています。すごくシンプルでね飽きが来ない。そして、お土産にねこっちの人に渡したことがあるんですがめちゃくちゃ喜ばれます。たくさん買って帰るとね重さがネックなんですが、いつもねスーツケースが壊れない程度に爆買いして帰ります。お次はこちら、稲葉のトマトカレーです。
日頃ね缶詰を食べることがほぼないんですけど、これだけは唯一食べてしまう缶詰です。トマトベースなんですがココナッツの風味もあって若干ねエスニックっぽい味がすごく気に入っています。なんかね作れそうで作れない味で、でもね缶詰が便利すぎてリピートしています。お次はこちら、冬季限定のラミーチョコレートです。これはね、本当に長年大好きで、その辺のスーパーに売っているチョコレートと思えないぐらいすごく美味しくて、単純にねチョコレートとラム好きの方にはねすごくおすすめなチョコレートなんですが、欲を言えばね冬季限定と言わず年中お店に置いてほしいなと思います。皆さんこんにちは、デビットです。Even though I couldn't go to Japan this time with nuns, I still got some really good souvenirs. One of them being my favorite chocolates from Japan. I'm excited because I get to try it and tell you about it today. Here we go. First of all, such beautiful, elegant packaging. Let's open it up and see what it looks like. This one. Itadakimasu. So rich, creamy, smooth, with a hint of rum raisin. It's so sophisticated and very special. I can't believe they sell this in the grocery stores in Japan. Oh, it makes me want to visit Japan more. Hopefully again soon. Arigatou gozaimasu. 以上が日本での購入品とここ最近のロサンゼルスで買ったものの紹介でした。日本に行くとねもうほんとついついいろいろ買ってしまってすごい大荷物でねロサンゼルスに帰ってきます。日本にはね本当にたくさんのね美味しいものがあるので、何かね持って帰れそうなものでおすすめなものがあればコメント欄で教えてください。次回のね帰国の時の参考にさせてください。それでは皆さんここまでこの動画をご覧いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。